皆様こんにちは。先進的技術の紹介です。当チャンネルは公益財団法人十勝財団ものづくり支援部情報技術グループが運営しております。ものづくり事業を成長させたい企業者様向けに当財団研究員の知識と経験、技術者インタビューなどを発信していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではスタートです。皆さんこんにちは。十勝財団の菅原です。ご視聴いただきましてありがとうございます。このコーナーはですね、世界の先進的な技術を紹介して皆さんの業務のお役に立てればと思っております。で、今回私が担当させていただく分野ですけれども、まずはマシンビジョンという分野をご紹介したいと思っております。技術的にはですね、ちょっと難しいところもあるんですけども、できるだけ、技術的な用語を避けてですね、皆さんにご理解いただけるようにですね、説明したいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。実際、今回このマシンビジョンの分野はですね、全3回で構成しようと考えております。マシンビジョンとは、マシンビジョンとはですね、画像処理の技術なんですけれども、それが一体どういうものなのか、そしてどういった分野で使われているのかということについて説明させていただきたいと思います。そして、2回目、3回目はですね、ちょっとまだ具体的なプランはないんですけれども、2回目では、マシンビジョンの全体的な構成について説明して、具体的な例を挙げながらですね、どういうふうに構築していくのかっていうことを説明できればなと思っています。3回目はですね、そのマシンビジョンにソフトウェアを乗っけてですね、どういった形でアプリケーションとして確立していくのかっていうことについて実例を交えながら説明できればなと思っております。それでは、早速ですけれども、マシンビジョンについて説明していきたいと思うんですけども、いきなりちょっとですね、難しい話をしてもですね、面白くないだろうと思いまして、この業界で結構有名な話がありますので、ちょっとそこから説明させていただきたいなと思います。皆さんご承知の通りですね、地球が生まれてから生物は進化しているらしいんですよね。そしてこの進化の過程を示したのがこのグラフになるんですけども、ちょっと見方が難しくて、ここの、中心がですね、地球の誕生を示しています。そして外側に向けていくにつれてですね、時間が進む。一番端っこが現代になります。そして、それが年輪のようにですね、示されているのが、このグラフになるんですよね。で、ちょっとよく見ていただきますと、この、生物の種がですね、木の枝が急激に広がっている部分が見ていただけるかなと思います。例えばですね、年表でいくと541って書いているところを見ていただくと、この辺で急激に生物の種が爆発していることにお気づきになられるんではないかなと思います。単位が100万年ですので、実際5億4000年前ぐらいに種が爆発している。これを私たちはカンブリア大爆発と呼んでいるんですけれども、なぜこのカンブリア大爆発が起きたのかっていうことを仮説を出して検証している方がいます。それが、アンドリュー・パーカー氏なんですけども、アンドリュー・パーカー氏はですね、光スイッチ説の中でカンブリア大爆発の原因が生物が目を手にしたからじゃないかということで仮説を立てています。目を手にすることによって軍拡競争が活発化した。軍拡競争というのは、捕食者が被食者を捉えるために、目を発達させ、被食者に逃げるために目を発達させた。そしてそれを繰り返すことによってですね、生物の進化がし、その多様性が爆発したんではないかという仮説を立てられています。この仮説が正しかったとして、実は私たちはこの目を獲得するまでには5億4000年かかっているわけですよね。で、この5億4000年かけて得たこの目をですね、この人間の英知を持ってですね、今度機械に置き換えて、楽してやろうじゃないかと。これはこのマシンビジョンの根底になる考え方になります。そして、目の機能をですね、機械で実現しますので、当然察しがつくかなと思うんですけども、その目の代わりになるのはやっぱりカメラになるわけなんですよね。で、マシンビジョンシステムっていうのはこのカメラを使って構築していきます。
ただですね、カメラだけじゃないんですよ。人間もそうかもしれないですけど、人間も見て、その情報を脳に送って手足を動かします。同じようにマシンビジョンシステムもカメラで撮像して、そのデータを脳に相当する解析装置に送ります。その後に、その情報を、抜き取ってですね、その情報をもとに手足に相当する、工業分野ではアクチュエーターと言ったりしますけども、アクチュエーターを動作して、やりたいことを達成する、っていうのが、この一連の流れがですね、マシンビジョンシステムと呼んでおりますので、ご理解いただければなと思います。どうもですね、イメージがつかないぞっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、実際もう皆さんすでにやられてるんですよ。カメラで QR コードを取って、その後どうなってるかっていうと、実際それがプロセッサーに送られて、そこに埋め込まれている文字情報を取り出します。でその文字情報をもとに、URL、そのブラウザを起動して、ウェブを表示する。これも立派なですね、マシンビジョン技術なんですよね。もうすでに皆さんお使いだと思います。ただ、このマシンビジョン技術ってすごいねとかって日常会話でなかなか出てこないのは、実はですね、このマシンビジョン技術っていう言葉自体が、ファクトリーオートメーションっていう分野の産業分野から来ててですね、る言葉なので、当然、あまり日常生活では使われてないわけなんですよね。じゃあファクトリーオートメーションってどんな分野かっていうと、工場の自動化技術をする産業分野なんですけども、例えば食品加工工場の自動化ですとか、そういった分野を指しています。実際せっかくですので、このFA の分野で、どういった形でマシンビジョンが使われているのかっていうのをご紹介したいなと思います。一つ目は、CAM センサー社さんのペットボトルの検査装置になります。この装置はですね、実際動画がありますので、見ていただければなと思いますけれども、ラインに流れるペットボトルのキャップのあるなしとかですね、キャップが浮いてるとかですね、そういった不具合を見つけて、不具合があれば出荷できませんので、事前に排出しておかないといけないですね。どんどん排出されている画像が今、動画が見られているかなと思うんですけども、次はアップの画面です。で、キャップがなければ、飛べますよ。で、実際ちょっと見ていただきたいのは、これがカメラになります。このカメラでキャップのありなしとか、浮いてる浮いてないとかっていうのをチェックして、その後にですね、いわゆる脳に相当する解析装置に送ります。ただちょっと解析装置がどこにあるかっていうのはこの画像からではわからないんですけども、その解析した結果、やっぱ不具合があるとなると、この手足に相当する部分ですね、を駆動させて排出する。こういった技術がいわゆるマシンビジョンになるんですよね。で、実際、この装置が導入される前まではもしかしたら人の手でやってたかもしれないんですけども、人でやるってことは当然人件費がかかります。そして場合によっては24時間動かすことができないんですけども、マシンビジョンを導入することによって、人件費を削減することができる。そして機械ですので24時間運転させることができますので、生産性を著しく向上することが期待できるわけですよね。で、もう一つはですね、日本の会社です。安西製作所さんという会社が乾燥豆の検査装置を作っております。この検査装置の、すごいところはですね、外観を検査するんじゃなくてですね、手術の中身をですね、実際10日で撮影して、手術の中に異常がないかっていうのを確認する装置です。実際動画がこれもありますけれども、実際このように豆を搬送して、結構速いスピードで搬送してですね、この先に透過撮影装置があります。その撮影装置で、手術内部を透過で撮影して、異常があればですね、自動的に排出するような装置になっております。実際、先ほどの装置の違いとは何かと考える。ペットボトルの検査装置はですね、最終的にマシンビジョンシステムを導入しなくても、人をたくさん連れてきて、人海戦術的にやればですね、できるかもしれないんですけども、これ安西製作所さんの装置に関してはですね、人間は当然、豆の中を透過して見ることができませんので、
これ人を連れてきたって解決できるような問題じゃないわけですよね。ですので、いわゆるこの例に関していくと、いわゆる人間の目の機能をはるかに超えた装置だということが言えるわけです。じゃあ実際ですね、マシンビジョン、いきなりこうなったかっていうとそういうわけじゃないんですね。技術の積み重ねが当然あって初めてっていうか現代のこのマシンビジョンになっているわけですけども、ちょっとその歴史を振り返りたいなと思います。じゃあ40年前のマシンビジョンシステムはどんな感じだったのか。オペレーターがこう見えるかなと思うんですけども、オペレーターの顔の横にですね、ちょっと黒いものがあって、これが実はカメラです。オペレーターの顔よりも大きなカメラがついていて、それで撮像して、この左側にある大きな装置が解析装置なんですけど、そこに送ってマシンビジョンシステムを構築してたんですよね。で時代が今進んで、じゃあ40年後どうなったかっていうと、これはこんな形になりました。写真なんでちょっといまいち、サイズ感がわからないかもしれないですけども、左の写真でいきますと、カメラがあって、それを、解析する処理ボードが後ろにくっついています。で、これだけで、手のひらに乗る分ぐらいの大きさなんですよね。いわゆる、すごく小型化されました。さらにはですね、性能も著しく改善されています。じゃあ、これ、40年経ってるんで、40年も経てば技術革新が進むんじゃないかなって思われる方もいるかもしれないんですけども、やっぱりそのスピードは非常に速いと思うんですよね。で、実はこの技術革新を支えている2つの要素っていうのがあります。1つはこのイメージセンサーの進化ですね。イメージセンサーというのはカメラの中に入っていて、人間でいうところの網膜の役割を果たしています。で、カメラの歴史っていうのはここの年表にあるように非常に長いです。100年とか150年ぐらいの歴史があるんですけども、それはフィルムも入れてですからね。ただですね、そのデジタル化されてからの歴史を見るとですね、そこそこ40年弱ぐらいのスパンなんですよね。で、ここの年表でいくと1985年ぐらいからデジタル化が進んで、詳しい方はご存知かもしれないですけど CCD っていう、いわゆるイメージセンサーが出てですね、で、最近ではCMOS テクノロジーに置き換わり始めている。CMOS はもう速くて、小さくて、で安価で作れる。そして、解像度も高いものが、たくさん今出てきています。それがたかだかですね、40年ぐらいの間に起きた出来事なんですね。先ほど紹介した通り、人間は目を獲得するために5億4千年かかったんですけども、人間の英知をもってすれば、それと同等のものを40年足らずで作ってきたっていう経緯があります。で、さらにもう一つの要因としてはですね、半導体の集積度も非常に高まってきています。1980年代はですね、3ミクロンの加工精度だったんですけれども、それが40年経つとですね、5ナノメートルの加工精度になりました。ちょっと単位があれですけども、いわゆる1000分の1の加工精度を出すことができているわけですよね。5ナノっていうとですね、シリコンの原子50個分に相当するんですけど、いわゆる原子をどう削るかっていう話にもなってきているわけです。これだけ加工精度が高まればですね、同じ面積でも、半導体の要素を詰め込める量というのは非常に高められるわけです。ですので、小さいチップでも非常に高性能のものが、最近は出てきているということです。そんなことでですね、この2つの技術革新がありましたので、これまで想像もしていなかったようなデバイスが出てきちゃったわけです。例えばですね、ここに書いてある通りですね、携帯電話が目を手に入れました。左の写真は私が高校生の時に使ってた携帯電話なんですけど、この当時ですね、もうカメラがつくなんてことなんて、微塵も思ってなかったわけですよ。ただそれが30年経つと、先ほどの技術革新も進んでですね、今やカメラがないと、カメラがない携帯を探すのは難しいぐらいですよね。こんな考えられなかったようなデバイスが、出てくると、当然考えられなかったようなビジネスが誕生するわけですよね。
皆さんもお使いかもしれないですけど、Facebook ですとか、Instagram、そして Twitter、これすべて2000年代に入ってからサービスが提供されています。そして、たかだか十数年のうちにですね、Facebook も、Twitter も、世界を代表する、いわゆる IT 企業の雄として名を馳せてきたわけです。彼らが十数年で世界を変えられることをですね、証明しちゃったわけですよ。さらに自動車の分野です。自動車の分野でも目を手に入れました。私の車ですらカメラが載っています。でもこの分野でやっぱりすごいのはテスラなのかなと思います。テスラはEV の会社として知られていますけれども、彼らがすごいのはですね、根本的な発想が違うんですよ。車はソフトウェアでコントロールするものだという発想が原点にあります。そして、その機能の一つが自動運転になるんですよね。で、テスラ、車に全方位にですね、カメラを複数つけて、そこから情報を集めてきて、リアルタイムに、自動運転を実現していく。その動画がありますけども、このような形で、左側に運転手乗ってますけど、ハンドル、そしてブレーキ、アクセル、一切触ってません。して、ここに示されているのはカメラで検出した情報です。カメラで何を検出しているかというと、車やレーン、標識、人、その他ものを検出して、車を安全に制御しながらですね、目的地まで運ぶことがもうすでにできるようになってきています。一昔前はもうドラえもんのような世界の話だったんですけども、すでに実現されてきているわけですよね。そしてさらに、ドローンが目を手にしました。先ほどお伝えした通り、イメージセンサーも小さくなり、半導体も小さくて高性能なものができれば、おのずとこういったドローンもですね、小さくなっていきます。さらにそれにカメラをつけることも難しくないわけですよね。そういった新しいデバイスが出てくることによって、当然また新しいビジネスチャンスが生まれてきます。この超知っていう会社はですね、このドローンと AI を組み合わせて、新たなビジネスを提供している会社さんになります。例えばですね、こういった、空から俯瞰してですね、群衆の数をですね、瞬時に数えたりですね、あとはこの面白い例としてはですね、山火事を早期に発見したり、山で遭難した人をドローンで捜索して AI の技術と組み合わせて早期で発見するようなサービスを提供している会社になります。こういった形でですね、新しいデバイスが出てこれば、新しいビジネスチャンスがどんどん生まれてくるっていうのは、おのずと当たり前のことなのかもしれないです。先ほど冒頭でお伝えした通りですね、生物は目を手にすることによって、種の多様化が図られたんですけども、今同じことがですね、物の世界、デバイスの世界で、起きているわけです。デバイスが物を目を手にすることによって、デバイスの多様性がですね、今爆発しようとしているところに私たちは立ち会っているわけですよね。ちょっと話は少しそれますけども、広い意味ではデバイスだけじゃないんです。情報が爆発しています。例えば皆さん、ご存知かもしれないですけれども、IT 革命っていうのは1990年代に起こりました。この革命以来ですね、情報がの扱い方、そして情報が爆発して、この情報の扱い方がガラッと変わったわけです。実際、私が思うんですね、これはもう有史以来最大の産業革命と言ってもですね、過言じゃないんではないかなと思っています。そしてここ30年ですね、世界各国がこのテクノロジーの動向に注視してきたわけですよね。その結果何が起きたかっていうと、IT 革命が起きてからの、経済成長をしてきているわけですね。ここに示されているのはですね、GDP の変化になります。1980年代を1として、そこからどう何倍になっていっているかっていう示し方をしていますけれども、IT 革命が起きた後はですね、中国に至ってはもうグラフを突き抜けるぐらいの成長をしてますし、先進7カ国も日本以外は
右肩上がりに堅調に推移しています。ただですね、日本だけがいわゆる取り残されている状態なんです。これはいろいろ要因はありますけれども、一つの要因として日本政府がこの新しい技術を受け入れなかった、もしくは、受け入れる体制をこの30年間整えることができなかった何よりの証拠なんです。今実際こういうことが起きているのは皆さんご存知でしょうかね。じゃあ実際どうすればいいのか。このままでいいのか。このままでいきますと日本は座して死を待つのみです。ですので何かやらないといけないわけですよね。確かに遅きに失した感はありますけれども、遅すぎるかっていうと私はそう思ってないです。先ほどご紹介したテスラですとか Facebook、Twitter の例もでいきますとですね、たかだか十数年の間に、世界を変えるだけのインパクトは与えられるわけです。それはどうやってやってるかというと、天才的な発想とテクノロジーを組み合わせることによって、世界を変えることができるわけです。ですので、私が今お伝えしたいのは、やりたいことを今すぐ形にしてください。ものづくりといえばですね、一昔前は大企業ですとか、歴史や伝統のある企業がやってきたことなんですけども、今そうじゃなくなってきてるんですよね。技術自体が、先ほどお伝えしましたように、情報の扱いがガラッと変わって、技術自体が個人にも開かれているわけです。ですので、個人の発想を形にすればですね、日本も逆転できるチャンスっていうのはまだまだ私はあると思っています。そして、今、マシンビジョンの世界に行きますと、私もマシンビジョンやってきてますけども、お客さんの要求とは非常に高いです。物はまず小さくして、開発期間を早くして、そして高性能で、安くっていう条件がよく聞きますけれども、これを満たすのは非常に難しいです。けれども、システムを構築する段階で、これらの要素をですね、バランスよくリーズナブルに構築していくことっていうのは非常に重要になるのかなと思っています。そして、システムを構築して、後にですね、重要になってくる、システムを構想した後に重要になっていくのが、何を買ってくるのか、何を自社で開発しないのかといけないのかっていう線引きが非常に重要になってきます。ここを見誤るとですね、一生マーケットインできなかったりする可能性もあります。例えばカメラをじゃあ自社で開発しようとなった時にそこに5年、10年、時間をかけていると、先ほどお伝えした通りです。テクノロジーは非常に速いスピードで進化してますので、ガラッと世界が変わってきている可能性があるわけですよね。ですので、ここをまず慎重に考えないといけないのかなと思います。じゃあ、ことですね、マシンビジョンの世界に関して言うとどうかと言いますと、ハードウェアっていろいろあります。先ほどからお伝えしている通り、カメラもありますし、レンズだってあります。照明だってありますし、プロセッサー、そして、アクチュエーターもあります。ここには載ってないですけど、何か物を搬送したければ、コンベアだって必要ですし、それを動かすためのモーターだって必要になる。しかしですね、そういったハードウェアがですね、すべて、購入した方が私は得策だと思います。2022年現在はですね、私たちも自社で開発してたこともあるんですけども、部品が今非常に入りにくくなっています。一つは半導体とは言われてますけども、半導体だけじゃないんですよね。いわゆるコネクターですとか、いわゆる抵抗コンデンサー、インダクターと言われるパッシブ部品ですらですね、もう手に入らない状況になってきてますので、なかなか自社で開発するっていうことが難しくなってきてるんじゃないかなと思います。理由としてはコロナ禍だっていう原因もありますし、今世界的に情勢が不安定だっていうのを輪をかけてありますので、今何か開発しようっていうのはよほど特段の事情がない限り私は避けるべきだと思います。じゃあ何を作るのか。それはソフトウェアは作らないといけないです。先ほど紹介した通りですね、豆の選別機のソフトウェア、あとは
ペットボトルを検査するソフトウェアはですね、検索して Amazon とかじゃ買えるような代物じゃないんですよね。マシンビジョンに特化したソフトウェアが用意されているわけです。そしてこのソフトウェアが、いわゆる装置の価値そのものを決めますので、ここに開発リソースを全て投入するのが私は一番最良の選択なんじゃないかなと思っています。さあ、それではですね、じゃあこのマシンビジョンシステムをどうやって構築していくかっていうことが重要になっていきますけれども、それが次回の、テーマになります。で、実際ですね、何か具体的な例がないと難しいと思いますので、具体的な例を挙げて、どういうふうな考え方を持って、どういう考え方を定義して、その上でどう構築していくかという思考の流れをですね、次回に説明したいと思います。で、皆さん、興味がございましたらですね、ぜひ次回のこのコーナーもですね、ご視聴いただければなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。